皆さんこんにちは。今日は滋賀県にある沖島へ一人旅。ということは、そう、ここは海ではなく琵琶湖。沖島は日本で唯一の淡水湖にある有人島で、独特な魅力と歴史があります。当然ながら沖島へ行くには船に乗る必要があります。そう、これが沖島直通の沖島通船。では早速乗っていきましょう。乗船の仕方は簡単。店内で切符を買って乗るだけ。値段は往復で1000円。今日は朝から乗船したのですが、島民の方だけではなく釣り客の方もたくさんいましたね。見てください、この船内。懐かしき雰囲気のある内装はめちゃくちゃいいですよね。沖島には唯一小学校があるのですが、この児童が作ったものでしょうか。たくさんの作品が並んでいました。さて、いよいよ離岸。なんて言うんでしょうか。一般的には普段船なんて乗る機会は少ないかと思います。だからでしょうか、めちゃくちゃワクワクしたんですよね。こういった普段とは違う体験ができるのが旅の醍醐味でしょう。おお、水しぶきがすごい。この加速感がめちゃくちゃ気持ちいいですね。発進してすぐに船員さんに切符を渡して、いよいよ沖島へ。普段は車か電車しか乗ることってないかと思います。この船に乗る体験をするだけでも来てよかったと思える瞬間。快晴だったのもあって流れゆく景色が本当に綺麗でした。ぼんやりと景色を堪能していたら、何やら島が見えてきましたね。これが沖島でしょうか。一貫5分7分、意外に早く着きましたね。モンテキって沖島？これ沖島の方言で帰ってきてという意味らしいです。なんか可愛いですよね。この漁船見てください。沖島には約300人が暮らしているらしいのですが、漁業が盛んだということで多くの島民の方が船を持っているそうです。いや、圧巻。そういや、琵琶湖って何が取れるんだろう。さあ、いよいよ着岸。どんな雰囲気の島なのか、ワクワクが止まりません。お、島の入り口には鐘が。せっかくだからとは思いつつ、なんだか恥ずかしいので鳴らすのはやめておきました。てか、すごい雰囲気あっていいですよね。さて、入ってすぐのところには沖島の案内マップが。お寺に神社に酒店まで、なんだかいろいろありますね。これ桜のトンネルなんていうのもあったので、春先はとても綺麗なんでしょうね。マップを見た後はいよいよゆるりと回ってみましょうか。島を歩いてすぐに感じたのは、時の流れがゆっくりとしていること。車もなければネオン街もない、時間の流れに取り残されたような。この場所にはそんな昔懐かしい雰囲気だけがありました。雰囲気ある道を歩いてるだけでも個人的には満足なんですが、見てください、この景色。
こんなん最高じゃないですか。いや、ほんと天気いい日を狙ってよかった。歩いてる時に気がついたんですが、沖島は何か柑橘類が特産なのでしょうか。島の至る所で実をつけた木を見かけました。あ、ほら、ここにも。この風景、ゆるくこう描いたレトロな街並みの先には湖が見える。私の求める情景の一つです。本当大好きです。さて、素晴らしき情景を堪能した後は、道すがら見つけた神社に寄ってみましょう。これはアジサイでしょうか。梅雨の時期には綺麗な色を見せてくれるのでしょう。島の雰囲気ととても合いそうですよね。さて、裏路地へ。子供の頃はこういった裏路地を探検するのが好きだったんですよね。今でも昭和の雰囲気を残す沖島は、昔を知らない若い世代にも、懐かしさを求める年配の世代にも刺さるものがあるのではないでしょうか。さて、お目当ての神社は石段の先、行ってみましょう。見てください、この景色。これを見るだけでも来てよかった、そう思えるものでした。めっちゃ良くないですか、これ。天気がいいのもあって最高でした。空にはトンビの姿も。とても気持ちが穏やかになりますよね。気持ちよさそう。もう一段上へ登るといよいよ本殿が見えてきます。鳥居に絵馬まで。ここに来てふと思い起こしたのが広島の尾道なんですよね。緩やかに流れる時間と情緒あふれる空気、こういった雰囲気って本当素晴らしい。この沖津島神社は毎年5月の上旬に祭事があるようです。私が来る1週間前にあったのか。今の皆さんのお邪魔をしない程度にいつか見に来てみたいものです。それにしてもここからの景色は最高すぎやしませんか。いつまでも残ってほしいと願うばかりです。景色を見てるといつまでもいそうなので、名残惜しくもお別れ。石段を降りて次の目的地へ出発していきましょう。島の大通りを歩いていると何やら旗が。ここは島にある喫茶店サナミアンさん。私の行った時間ではまだ営業していなかったのですが、ナポリタンや特産を使用した料理にテイクアウトドリンクまで。もし訪れた際はぜひ。それにしても本当に癒されるなぁと気持ちよく歩いていると目に留まったのが謎の空き缶。これサドルを守るカバーとして使用しているのでしょうか。ある意味沖島で見られる特別な風景でしょうね。お次はお土産屋。アジのある看板と赤い魚のオブジェクトがお出迎え。とその先にあったのが展望台。せっかくなので行ってみましょ
それにしてもこの道本当にいいですよね。このレトロな街並みはどこを切り取っても絵になる。さあ本日2度目の階段。当然息もキレキレですよ。普段の旅はカメラにレンズ3本に三脚まで。そりゃ階段登るの疲れるわ。とはいえその先にあるこの景色を見たらスカッと忘れるはず。見てください。めちゃくちゃ綺麗。緑の屋根なんかおしゃれ。タイミングよく誰もいなかったのでこの景色を独り占め。せっかくなので持参した朝ごはんをいただくことに。おにぎりにサンドイッチに、そしてこの景色。映像では伝えきれない残すべき日本の美しき景色がここにはありました。いやーめっちゃいいやん。景色も堪能したので戻ろうとすると、行く先には次の目的地沖島小学校の案内と、その前に路地から見えた景色が最高にエモかったので一枚パシャリ。実はこういう構図めっちゃ好きなんです。さあ路地を歩いていくといよいよ見えてきたのが沖島小学校。今ではもう見られない木造の雰囲気を残すこの校舎は味があって本当に美しい。土曜日に訪れたこともあってゆっくりと見学をすることができました。ちなみに小学校の体育館のトイレは観光客向けに開放されているようなので、トイレをしたい方はここでぜひ。百葉箱に木を使用した壁面に雰囲気ある石像まで。何かノスタルジックな気持ちにさせてくれる本当に素敵な小学校。このデザインもすごくいいですよね。いやーありがとう。小学校からさらに進んでいくと有名な鳥居のある神社があるのですが、今回は時間の都合上断念。桜の季節にまた訪れてみましょう。沖島へ来た目的の一つは猫に会いに来ること。沖島は猫島としても有名なのですが、一匹も見当たりません。後で知ったのですが、今では島にいる猫はほとんどいないそうです。本当かどうかは分かりませんでしたが、観光客が持って帰ってしまうことが多々あったとのこと。観光というものは旅をする側の努力と現地の方々の理解があってこそのもの。私はそれを忘れずにこれからも旅をしていきたいと思っています。定期船に漁船に釣り船までこうやって船の往来を見るなんて、私の生活環境ではあまりないのですごく新鮮です。これ空見てください。全部トンビですよ。20？ いや50羽ぐらいいるんじゃないだろうか。いや実はあんまりにも猫がいないので全部トンビにでもやられたのではないかと疑っていました。すまんトンビ。さあ島の玄関まで戻ってきました。
実はこの後島にある屋台でコロッケを買ったのですが、なぜかカメラが写真モードになっていて動画が撮れていなかった。他にはサンドイッチや佃煮、島の特産を使ったアイスなどもあったので、一度見てみてください。このコロッケは島特産のエビを使ったエビ豆コロッケとのこと。正直エビの香りがふんわりと香って最高だった。琵琶湖を眺めながらの至福のひととき、本当に良かった。残り少し時間があったため、ちょっとだけトンビ撮影会を開始。これ面白いでしょ。あと何やら白いやつおるなぁと見てたら、トンビが飛び回ってる中でも動じず佇むサギまで。いいポーズいただきました。名残惜しくもお別れの時間。何かがあるからそこに行くのではなく、何かを感じに行くような、そんなノスタルジックな時間が色濃く残る、とても良い場所でした。またいつか沖島。さあ今日だけは僕の指定席。思い出を胸に帰路へついていきましょう。私は特に旅行と写真を趣味としているのですが、とても満足できました。釣りをする方もたくさんいらっしゃいましたし、歴史に興味がある方も満足できるでしょう。何よりストレスを忘れるため、普段の喧騒から離れたい方には特におすすめです。それでは皆さん、次の旅でお会いしましょう。さようなら。